春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ステージをクリアした時に、報酬を受け取るクリア報酬システムを作成します。クリア報酬システム作成してみた、ウィジェット編、ミニゲーム、その11。実際に作ってみましょう。1、報酬アイテム用ウィジェットの作成。クリア報酬を表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB リウォードアイテムにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアードにします。一般、ボタンをキャンバスパネル配下に配置します。名前を B リウォードにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを 0.0 にします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。ノーマルパディングをすべて 0.0 にします。プレスドパディングをすべて 0.0 にします。パネル、キャンバスパネルをボタン配下に配置します。名前をキャンバスパネルボタンにします。パディングをすべて 0.0 にします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。一般、イメージをキャンバスパネルボタン配下に配置します。名前を IMG ボタン BG にします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズ X を 750.0 にします。サイズ Y を 300.0 にします。アラインメントを 0.5 にします。一般、イメージをキャンバスパネルボタン配下に配置します。名前を IMG タイプ BG にします。アンカーを中央上にします。位置をリセットします。サイズ X を 750.0 にします。サイズ Y を 40.0 にします。アラインメントを 0.0 にします。カラー&オパシティを好みの色にします。一般、テキストをキャンバスパネルボタン配下に配置します。名前を T タイプにします。イズバリアブルを有効にします。アンカーを中央上にします。1X を 375.0 にします。1Y を 0.0 にします。サイズ X を 200.0 にします。サイズ Y を 35.0 にします。アラインメントを 1.1、0.0 にします。コンテンツ、テキストにタイプと記述します。アピアランス、ジャスティフィケーションを右揃えにします。一般、イメージをキャンバスパネルボタン配下に配置します。名前を IMG アイコン BG にします。アンカーを中央にします。1X を -375.0 にします。1Y を 0.0 にします。サイズ X を 150.0 にします。サイズ Y を 150.0 にします。アラインメント、-0.7、0.4 にします。カラー&オパシティを好みの色にします。パネル、スケールボックスをキャンバスパネルボタンに配置します。アンカーを中央にします。1X を -375.0 にします。1Y を 0.0 にします。サイズ X を 150.0 にします。サイズ Y を 150.0 にします。アラインメント、-0.7、0.4 にします。一般、イメージをスケールボックス配下に配置します。名前を IMG アイコンにします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。アイコンテクスチャをインポートします。WB リウォードアイテムを開きます。アピアランス、ブラシ、イメージにアイコンテクスチャをセットします。パネル、キャンバスパネルをキャンバスパネルボタン配下に配置します。名前をキャンバスパネルアビリティにします。アンカーを中央にします。1X を -70.0 にします。1Y を -40.0 にします。サイズ X を 150.0 にします。サイズ Y を 40.0 にします。アラインメントを 0.0、0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、イメージをキャンバスパネルアビリティ配下に配置します。名前を IMG アビリティ BG にします。アンカーを全体にします。オフセットをすべて 0.0 にします。サイズ2コンテントを有効にします。
カラー&オパシティを好みの色にします。レンダートランスフォーム、視野をマイナス 35.0、0.0 にします。パネル、サイズボックスをキャンバスパネルアビリティ配下に配置します。1X を 20.0 にします。1Y を 0.0 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、テキストをサイズボックス配下に配置します。名前を T アビリティネームにします。イズバリアブルを有効にします。パディング、ライトを 20.0 にします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に左揃えにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に中央揃えにします。コンテンツ、テキストにアビリティ名を記入します。今回は回復にします。パネル、スケールボックスをキャンバスパネルボタン配下に配置します。アンカーを中央にします。1X をマイナス 70.0 にします。1Y を 25.0 にします。サイズ X を 400.0 にします。サイズ Y を 40.0 にします。アラインメントを 0.0、0.5 にします。一般、テキストをスケールボックス配下に配置します。名前を T ディスクリプションにします。イズバリアブルを有効にします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に左揃えにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に上揃えにします。コンテンツ、テキストにアビリティの説明を記入します。今回は HP を回復します。にします。アピアランス、カラー&オパシティを好みの色にします。コンパイルして保存します。確定用ウィジェットの作成。報酬アイテム確定用のウィジェットを作成します。WB スタートを右クリックして複製します。名前を WB コミットにします。ファイルを開きます。B スタートを選択します。名前を B コミットにします。サイズ X を 300.0 にします。サイズ Y を 200.0 にします。T スタートを選択します。名前を T コミットにします。コンテンツ、テキストを OK にします。グラフに移動します。オンクリックドノードは残して、処理は削除します。確定後ゲームモードに戻りたいので、エンドオブマウスオペレーションは残します。それ以外は削除します。コンパイルして保存します。3、報酬リスト用ウィジェットの作成。報酬アイテムを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB リワードリストにします。ファイルを開きます。パネル、バーティカルボックスを配置します。フィルスクリーンをデザイアードにします。プリミティブ、スペーサーをバーティカルボックス配下に配置します。アピアランス、サイズを 1.0、40.0 にします。パネル、キャンバスパネルをバーティカルボックス配下に配置します。スペーサーをコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。パレットで WB リワードアイテムを検索します。WB リワードアイテムをバーティカルボックス配下に配置します。名前を WB リワードアイテム001にします。スペーサーをコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。WB リワードアイテム001をコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。名前を WB リワードアイテム002にします。スペーサーをコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。WB リワードアイテム001をコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。名前を WB リワードアイテム003にします。スペーサーをコピーして、バーティカルボックス配下に貼り付けます。パレットで WB コミットを検索します。WB コミットをバーティカルボックス配下に配置します。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。名前を IMG バックグラウンドにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズ X を 400.0 にします。サイズ Y を 60.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。カラー&オパシティをお好みの色にします。一般、テキストをキャンバスパネル配下に配置します。名前を T リワードリストにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズ X を 200.0 にします。サイズ Y を 40.0 にします。アラインメントを 0.5、
0.5 にします。コンテンツ、テキストを報酬リストにします。ジャスティフィケーションを中央揃えにします。コンパイルして保存します。4、報酬リスト用ウィジェットの表示。WB メインで報酬リストを表示します。WB メインを開きます。パレットで WB リウォードリストを検索します。WB リウォードリストをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを 0.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。レンダートランスフォーム、スケールを 0.7、0.7 にします。グラフに移動します。4-1、初記時の報酬リスト。初記時は、報酬リストを非表示にします。イベントコンストラクトノードに追加します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。前の処理につなぎます。4-2、報酬リストの表示。ステージクリア時に報酬リストを表示します。カスタムイベント EV ステージクリアを作成します。シークエンスノードをつなぎます。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。シークエンスノードにつなぎます。背景を暗くします。変数 IMG バックグラウンド、ゲットノードを配置します。変数 IMG バックグラウンド、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。シークエンスノードにつなぎます。変数 IMG バックグラウンド、ゲットノードより、セットカラー&オパシティノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。カラー&オパシティで α を 0.5 にします。報酬リストを表示しているときは、移動不可能にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、変数キャラクタームーブメント、ゲットノードを配置します。変数キャラクタームーブメント、ゲットノードより、ディセイブルムーブメントノードを配置します。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。4-3、ステージクリア時に報酬リストの表示。ステージ上のエネミー数が0になると報酬リストを表示するようにします。DPTPS プレイヤーコントローラーを開きます。エネミーの数が0以下の時、ファイナルステージでなければ、報酬リストを表示します。変数メイン、ゲットノードを配置します。変数メイン、ゲットノードより、カスタムイベント EV ステージクリアを呼び出します。ファイナルステージ判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。ステージクリア時は、流れ弾を削除します。リウォードリストの表示の後で、カスタムイベント EV プロジェクタイルデストロイを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ステージ上のエネミーをすべて倒すと、報酬リストが表示しましたね。5、マウスカーソル操作の開始。報酬リストを表示しているときは、マウスカーソルで操作できるようにします。WB リウォードリストを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV マウスオペレーションを作成します。マウスカーソルを表示します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、小マウスカーソル、セットノードを配置します。小マウスカーソルを有効にします。カスタムイベント EV マウスオペレーションにつなぎます。マウスカーソルを表示しているときは、インプットモードを UI オンリーにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモード UI オンリーノードを配置します。小マウスカーソル、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。その1、マウスカーソル操作開始のタイミング。報酬リストを表示するタイミングで、マウスカーソルで操作できるようにします。WB メインを開きます。グラフに移動します。ステージクリアイベントで、リウォードリストの表示の WB リウォードリスト、ゲットノードより、カスタムイベント EV マウスオペレーションを呼び出します。リウォードリストの表示につなぎます。コンパイルして保存します。
起動してみましょう。マウスカーソルが使えるようになりましたね。6、リジェットの有効と無効。報酬アイテムが未選択の時は、OK ボタンを無効化します。報酬アイテムが選択された時は、その報酬アイテムを無効化します。また、報酬アイテムが選択された時は、OK ボタンを有効化します。6-1、リジェットの有効化と無効化。初期時、報酬アイテムが未選択の時は、OK ボタンを無効化します。WB リワードリストを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV イニシャルウィジェットを作成します。変数 WB コミット、ゲットノードを配置します。変数 WB コミット、ゲットノードより、セット is enable ノードを配置します。in is enable は無効にします。カスタムイベントを EV イニシャルウィジェットにつなぎます。報酬アイテムが未選択の時は、各報酬アイテムを有効化します。変数 WB リワードアイテム001、ゲットノードを配置します。変数 WB リワードアイテム001、ゲットノードより、カスタムイベント EV ボタンイネーブルを呼び出します。前の処理につなぎます。変数 WB リワードアイテム002、ゲットノードを配置します。カスタムイベント EV ボタンイネーブルのターゲットにつなぎます。変数 WB リワードアイテム003、ゲットノードを配置します。カスタムイベント EV ボタンイネーブルのターゲットにつなぎます。コンパイルして保存します。WB メインを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ステージクリアに追加します。変数 WB リワードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リワードリスト、ゲットノードより、カスタムイベント EV イニシャルウィジェットを呼び出します。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。6-2、報酬アイテム用ウィジェットの無効化。選択時、報酬アイテムが選択されたときは、その報酬アイテムを無効化します。WB リワードアイテムを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ボタンイネーブルを作成します。セット is enable ノードを配置します。in is enable を有効にします。カスタムイベント EV ボタンイネーブルにつなぎます。カスタムイベント EV ボタンディセーブルを作成します。セット is enable ノードを配置します。in is enable を無効にします。カスタムイベント EV ボタンディセーブルにつなぎます。デザイナーに移動します。B リワードを選択します。詳細パネル、イベント、オンクリックドをクリックします。オンクリックドイベントノードが配置されます。オンクリックドイベントノードで、カスタムイベント EV ボタンディセーブルを呼び出します。6-3、確定用ウィジェットの有効化。選択時、報酬アイテムが選択されたときは、OK ボタンを有効化します。WB リワードリストのリファレンスを取得します。カスタムイベント EV レフを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数 WB リワードリスト、WB リワードリストオブジェクト参照型を作成します。カスタムイベント EV レフの WB リワードリストを右クリックして、変数へ昇格します。報酬アイテムが選択された時なので、オンクリックド、B リワード、イベントに追加します。変数 WB リワードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リワードリスト、ゲットノードより、変数 WB コミット、ゲットノードを配置します。変数 WB コミット、ゲットノードより、セット is enable ノードを配置します。INIS enable は有効にします。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。WB リワードリストのリファレンスを報酬アイテムに送ります。WB リワードリストを開きます。グラフに移動します。報酬リスト起動時に、リファレンスを送ります。イベントコンストラクトノードに追加します。変数 WB リワード001、ゲットノードを配置します。変数 WB リワード001、ゲットノードより、カスタムイベント EV レフを呼び出します。WB リワードリストピンより、セルフを配置します。イベントコンストラクトノードに追加します。変数 WB リワード002、ゲットノードを配置します。カスタムイベント EV レフのターゲットにつなぎます。変数 WB リワード003、
ゲットノードを配置します。カスタムイベント EV レフのターゲットにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。確定ギジェットは無効化してますね。報酬アイテムをクリックすると、その報酬アイテムが無効化しましたね。また確定ギジェットが有効化しましたね。7、再選択可能。報酬アイテムを選択した後、その他の報酬アイテムを選択すると、無効化した報酬アイテムを有効化します。WB リウォードリストを開きます。グラフに移動します。7-1、報酬アイテム用アレイに格納。報酬リスト起動時に、報酬アイテムを配列に格納します。イベントコンストラクトノードに追加します。変数を追加します。変数リウォードアレイ、BZ のオブジェクト参照を作成します。配列にします。変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。前の処理につなぎます。WB リウォード001を配置します。配列のアドノードに追加します。変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。前の処理につなぎます。WB リウォード002を配置します。配列のアドノードに追加します。変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。前の処理につなぎます。WB リウォード003を配置します。配列のアドノードに追加します。変数リウォードアレイに格納したとき、インデックス番号が付与されます。7-2、未選択ウィジェットの有効化。選択していない報酬アイテムウィジェットを有効化します。カスタムイベント EV リウォードイネーブルを作成します。詳細パネル、インクトに変数を追加します。変数リウォードナンバー、インテジャー型を作成します。変数リウォードナンバーは、変数リウォードアレイ内に格納した時のインデックス番号です。変数リウォードアレイ内を繰り返し処理します。変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、フォーイーチループノードを配置します。カスタムイベント EV リウォードイネーブルにつなぎます。アレイ内のインデックス番号と、選択した報酬アイテムのインデックス番号が同じかどうかを判定します。アレイインデックスより、イコールノードを配置します。下のピンにリウォードナンバーピンをつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。ループボディにつなぎます。同じであれば、何もしません。異なる場合は、報酬アイテムウィジェットを有効化します。変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。下のピンにアレイインデックスをつなぎます。ゲット、アコピーノードより、セットイズイネーブルノードを配置します。インイズイネーブルドを有効にします。ブランチノードのフォールズにつなぎます。コンパイルして保存します。7-3、選択した報酬アイテムのインデックス番号の取得。選択した報酬アイテムのインデックス番号を取得します。WB リウォードアイテムを開きます。グラフに移動します。オンクリックドイベントに追加します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、カスタムイベント EV リウォードイネーブルを呼び出します。前の処理につなぎます。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、変数リウォードアレイ、ゲットノードを配置します。変数リウォードアレイ、ゲットノードより、ファンドアイテムノードを配置します。下のピンにセルフをつなぎます。ファンドアイテムノード、EV リウォードイネーブルのリウォードナンバーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。再選択可能になりましたね。8、報酬アイテム確定時の処理。報酬アイテムを選択した後、
OK ボタンで確定した時の処理を作成します。WB コミットを開きます。グラフに移動します。オンクリックとイベントに追加します。確定ウィジェットをクリックすると報酬リストを非表示にします。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、キャスト 2BPTPS プレイヤーコントローラーノードを配置します。右クリックして、純粋キャストにします。キャスト 2BPTPS プレイヤーコントローラーノードより、変数メイン、ゲットノードを配置します。変数メイン、ゲットノードより、変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。オンクリックとノードにつなぎます。背景を非表示にします。変数メイン、ゲットノードより、変数 IMG バックグラウンド、ゲットノードを配置します。変数 IMG バックグラウンド、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。前の処理につなぎます。報酬アイテム確定時にマウスカーソル操作を終了します。EV エンドオブマウスオペレーションを呼び出します。前の処理につなぎます。報酬リストを表示しているときは、移動可能にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、変数キャラクタームーブメント、ゲットノードを配置します。変数キャラクタームーブメント、ゲットノードより、セットムーブメントモードノードを配置します。ニュームーブメントモードをウォーキングにします。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。報酬アイテムを確定した後、ゲームプレイに戻りましたね。設定ファイル。クリア報酬は、ゲームプレイの満足感を高めますね。クリア報酬システムを導入するメリットは、プレイヤーのモチベーション向上。報酬があることで、目標達成の達成感を得やすくなり、やる気が継続します。ゲームプレイの継続促進。報酬を求めてプレイヤーが長くプレイするようになり、ゲームの寿命が伸びます。達成感と満足感の向上。努力に対する報酬があることで、プレイヤーは達成感を感じやすくなります。ゲーム内経済の活性化、アイテムや通貨などの報酬を設定することで、ゲーム内経済の流れを作ることができます。スキル向上の促進、報酬のために戦略やスキルを磨くプレイヤーが増えます。ソーシャル要素の強化、報酬を共有したり競ったりすることで、プレイヤー同士の交流が活性化します。ゲームのリプレイ性向上、異なる報酬を設定することで、プレイヤーが何度も挑戦する動機が生まれます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。